寒い日が続きますが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。ちょっと差がつく体の使い方、リンパ整体師の京子です。このチャンネルでは大人世代の心と体を解きほぐして理想のスタイルに近づくためのタクトレの方法を紹介しています。2021年8月からは1年で大人世代の体を変えるプロジェクトを進めています。特に私と同じ50代女性は必見です。50代は諦めたら終わるし、チャレンジすれば結果が出る、そういう節目の世代なんです。もしこの動画を見てくださっている人の中に10年以上同じ悩みを抱えているという人がいたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。私の経験をもとにあなたの背中を押すことができるかもしれません。トレーニングと聞くと辛くてきつくて痛いもの、こんなイメージを持っている方が多いと思いますが、毎日続けられることでなければ意味がありません。1日たった1分の積み上げであなたのなりたいを形にするお手伝いをさせてください。それでは今日もよろしくお願いします。今日のテーマは開脚ナンバー2。前回の動画では開脚をするためには骨盤、股関節、太もも、この辺りの筋肉を柔軟にすることが前提にあるというお話をしました。その時私は皆様に重大な間違いをお伝えしてしまいました。骨盤が前に傾いていると開脚をやりにくい要因になると言いましたが、正しくは前ではなく後ろです。前ではなく後ろです。骨盤が後ろに傾いていると開脚をやりにくい要因になります。間違った情報をお伝えしてしまって本当にすみませんでした。ついでと言ってはなんですが、なぜ骨盤が後ろに傾いていると開脚をやりにくい要因になるのか、簡単に説明しておきます。こちらの3枚の画像をご覧ください。まず骨盤が前に傾いている様子、ここから開脚をしてみます。骨盤が前に傾いているとスムーズに開脚ができます。次に骨盤が垂直に立っている様子、これも開脚はできますね。では骨盤が後ろに傾いている様子、こちらはどうでしょう。背中が曲がって猫背になっています。下半身が一度後ろに倒れてから前にストレッチをしようとしているので、かなり無理があります。それに上半身が安定していませんよね。今3つのパターンを比較してもらいましたが、歩き方や姿勢などの日常動作を修正して筋トレやストレッチで体型を作っていくことは可能なんです。そのためには前回お話ししたようにゴールの設定が必要です。ちなみに私のゴールはビヨンセ。この話をすると長くなるので、続きは次回の動画でお話ししますね。ちょっとした秘策もお伝えしますので楽しみにしていてください。ではではやっていきましょう。椅子に座って片方の足首を反対側の膝の上に乗せます。そのまま前に体を倒します。ポイントは椅子の側面を掴んで骨盤を立てた状態で体を倒すこと。こうすると股関節周辺の筋肉を効率よく伸ばすことができます。反対側も同様に行います。次に足を広く開いて立ちます。片方の足を一歩前に出して内股にします。太ももの外側に体を向けて10秒キープ。ポイントはしっかり内股にすること。こうすると股関節にねじりの動きができます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。日常動作ではほとんどない動きなので、難しい人は支えを作って行ってください。反対側も同様に行います。そしてこの状態から膝を曲げます。骨盤を立てた状態で体を前に倒します。ポイントは少しずつ重心位置を前にずらしていくイメージで行うこと。こうすると猫背にならず無駄がなく体を前に倒すことができます。ここでは特に秒数は決めませんので、
ご自身の体に合わせて時間の調整をしてください。反対側も同様に行います。皆さんできましたか？股関節にかなり効いたと思います。今回のメソッドはお腹がだんだん大きくなっていく妊婦さんでも無理なくできる小さな動きで大きくアプローチする、そんな内容になっています。実はパートナーの娘ちゃんがまさにプレママ。パートナーから妊婦さんでもできることがあれば何かアドバイスしてくれないとリクエストをもらったので、今回のメソッドはドンピシャだと思いました。では少しだけどうして妊婦さんになると体のいろんなところが痛くなるのかお話ししておきます。お腹が大きくなると腰が反り返って腰痛になりやすい。安定期以降は赤ちゃんが下に下がってくるので股関節痛になりやすいということなんですね。私は3人の子供を産みましたが、股関節痛が一番つらかったという思い出があります。その時は今のような知識を持っていなかったので、その当時の旦那さんがいたわってくれないことにいつも不満を抱いていました。行動せず知識ばかり得るのは良くないけれど、知識を得て実践することで自分の機嫌を取ることはできる。これは今だから思えることです。インプットの次はアウトプット。それでは今日はここまでです。積み上げたあなたに花丸。いかがだったでしょうか？これなら続けられそうかな？1年で大人世代の体を変えるプロジェクト、1日1分の積み上げであなたのなりたいを目指して一緒に頑張っていきましょう。元気になればきれいになれる、きれいになれば優しくなれる。土曜日朝7時にお会いしましょう。京子でした。